はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。いつもご視聴ありがとうございます。この前、私の YouTube のコミュニティで、これからどんな話を聞いてみたいかということについて、リクエストを募集しました。たくさんの回答をありがとうございました。そこで今回は、そのリクエストの中からテーマを選んでみました。今回のテーマは、日本でやってはいけないこと10選です。これから日本に行くよという方や、日本に行ってみたいなと思っている方は要チェックですよ。このお話を聞いた後、面白いなと思ってくださった方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは最後までぜひ聞いてくださいね。Let's go! あやのずラーニングハブ。一つ目、食べた後のお皿やトレイをテーブルに置いたままにしておくこと。日本のファストフード店、例えばマクドナルドやスターバックスなど、そういったお店には返却口という場所があります。返却口というのは食べた後のお皿やコップ、トレイを持って行って返す場所のことです。基本的にはその返却口まで自分でお片付けをします。それで、この前、スペインのスタバに行ってきたんですね。その時にトレイを持って、うろうろしていました。すると、店員さんが、テーブルに置いてていいんだよと言って私に教えてくれました。日本と同じとばかり思っていたので、ちょっと違う文化にびっくりしてしまったんですが、ここでは片付けはせず置いたままでいいということが多いんですよね。皆さんの国では返却口といった片付ける場所はありますか？二つ目、電車やバスなどの公共交通機関で食べ物を食べることはダメです。これが日本人に嫌がられる理由はいくつかあります。例えば、食べかすが出ることです。食べかすというのは、食べ物を食べた時に出てくる小さなゴミのことです。例えば、クッキーを食べると小さなゴミが落ちてきますよね。そういったものを食べかすと言います。食べかすが床にいっぱいこぼれると、ちょっと汚いなという印象になっちゃいますよね。あとは食べ物の匂いに敏感な人も多いです。私は以前、マクドナルドでハンバーガーとポテトをテイクアウトして、それを持って電車に入ったことがあります。すると、電車の中でその匂いが広がっちゃうんですね。それですごくたくさんの人に見られました。食べてはいないんですが、匂いだけでみんな見てくるぐらいなので、食べたらもうきっと注意されるんじゃないかなと思います。それくらい電車やバスの中では匂いや食べ物のゴミにかなり気を使っている人が多いです。電車やバスの中で食べ物を食べることは日本人にすごく嫌がられるので気をつけてください。三つ目、人前で思いっきり鼻を噛むこと。鼻を噛むというのは鼻水がたくさん出ているときにティッシュなどにその鼻水を出すことです。鼻を噛むと言います。それが日本では人前でやるとマナー違反というふうに言われます。じゃあどこで日本人は鼻を噛むかというと、誰にも見られないトイレの中とか、あとはお家に帰ってからということが多いです。鼻を噛む代わりに日本人がよくやっていることが鼻をすすることです。鼻をすするというのは鼻水が垂れてくるのを防ぐためにその鼻水を鼻の奥にと吸い込むことです。日本人は寒い季節になって鼻水が出てくるとよく鼻をすすっています。皆さん気づいたことはありますか？でも海外は逆なんですよね。鼻をすすることはウイルスを体の中に戻しているような見た目ですごく気持ち悪く見えるらしいです。海外では鼻を思いっきり噛んでウイルス、鼻水を全部出すことがいいと言われていますね。皆さんの国ではどっちが普通ですか？鼻を噛みますか？それとも鼻をすすりますか？四つ目、電車の中で携帯電話で話すこと。
これはよく海外から日本に旅行に行った時にびっくりしたと言われることの一つなんですが、日本の電車やバスの中ってとても静かなんですよ。あまり話している人もいませんし、もちろん電話をしている人もいません。周りの人への配慮もしましょうというのがルールです。例えば、一日仕事が終わって、疲れたと思いながら電車に乗っている人もいるかもしれませんし、あとは聴覚に障害があって大きな音に敏感な人が乗っているかもしれません。いろんな人が電車に乗っていますから、そういった人のためにも静かに自分のプライベートなことはしないというのがマナーです。でも電車に乗っていると電話がかかってくることだってありますよね。そういった時は電話をかけてきた人が仲のいい人であれば一回電話を切ってそれからメールをします。後でかけ直すねというふうに。あとはどうしても出ないといけない大事な電話の場合は一回電車から降りて駅のホームなどでかけ直すことが多いです。それか小さな声ですみません。後でかけ直しますと言って切る人も多いです。5つ目、タクシーのドアを開けること。日本のタクシーの後部座席のドアはなんと自動ドアなんです。運転手さんが何か操作をして開け閉めしています。ですので皆さんがドアを開けようとするのではなく待っていてください。この理由をちょっと調べてみたんですが、タクシー会社の安全サービスの一つで、お客様を目的地まで安全に送り届けるためだと言われています。例えば、タクシーに乗るとき、周りに車が来ないかなとか、そういうのを運転手さんがちゃんと確かめてから開け閉めするようにしているみたいです。皆さんがその運転手さんが開けたドアにぶつかってしまって安全じゃなくならないように気をつけてください。6つ目、シャワーを浴びずに温泉に入ったらダメです。日本といえば温泉ですよね。温泉私も大好きなんですけど、温泉に着いたら早速広くてあったかそうなお湯に浸かりたいという気持ちがあるのはとてもよくわかりますが、お風呂に入る前にシャワーできれいに体を洗ってから入ってください。日本では服や水着を着ずにお湯に入ります。なので、汚れたままお風呂に入ってしまうと、いろんな人の汚れがお湯の中にあるということになってしまいますよね。汗だったり、ほこりだったり、嫌ですよね。なので、お湯に入る前は、きれいに体を石鹸で洗ってから入りましょう。まあ、一緒にみんなで使うお湯なので、それがマナーですよね。7つ目、時間に遅れたらダメです。日本人は小さい頃から時間に間に合うように早めに行動する習慣を身につけます。なので、小学校ぐらいからは時計を見て5分前に行動する。5分前行動という言葉があるぐらい、それが当たり前のことになっています。例えば6時に待ち合わせをしましょうという場合は、5分前の5時55分についていることが理想的です。必ずそうしないといけないというわけではないんですが、その集合時間に遅れるというのがあまり良くないことなので、ちょっと早めについていた方が安心ですよね。そういうふうに行動する人が多いんじゃないかなと思います。まあ5分、10分ぐらい遅れるんだったら全然大丈夫だとは思うんですけど、30分とか1時間とかはありえないってなっちゃうんじゃないかなと思います。皆さんの国ではどうでしょうか？どれぐらい早く着きますか？それとも遅く着いちゃう方ですか？あとは前日や当日にドタキャンすることはもっとダメです。ドタキャンというのは土壇場キャンセルの略でギリギリになってからキャンセルをすることです。日本人は1ヶ月、2ヶ月先まで予定を立てることが多いです。なので、前々から予定していたことを突然キャンセルされると、すごくネガティブな印象になってしまうんですよね。ですので、ギリギリでのキャンセル、ドタキャンには気をつけてください。今、スペインに住んでいるんですけど、
スペインでは結構このドタキャンが多くて、ギリギリでやっぱり今日は無理とかいう人は結構多いんですよね。あとは、例えば土曜日にイベントがあるとして、その土曜日のイベントの詳細も、その前日とかにならないと時間や場所がわからないということも結構あります。なので、私は日本人なので先々のことを予定を立てるんですが、なかなか予定が決まらずに不安になることがこちらでは多いです。文化の違いですね。8つ目、寺社仏閣などの撮影禁止エリアで撮影すること。京都にある神社、お寺や三重県にある伊勢神宮など、日本にはたくさんの神聖な場所があります。神聖な場所になればなるほど、写真や動画の撮影が禁止されている場所がたくさんあります。ですので、そういった場所には必ずノーフォトとか書かれている看板が立っていますので、そういった場所での撮影は遠慮しましょう。何年か前に高野山という場所に行ってきました。私が日本の中でも好きな場所の一つなんですけど、その高野山って本当に神聖で厳かな雰囲気の場所なんですね。そこに一番奥に進んでいくと、奥の院というお寺があります。その奥の院の入り口から奥の院の中までは写真が禁止されていました。せっかく綺麗な場所で他の人にも広めたいのに、どうして写真も動画もダメなのという理由なんですが、その神社やお寺に行く真の目的は、お祈りをしたり、お祓いをしてもらったりすることが目的だからです。なので、その中には集中してお願い事をしている人もたくさんいます。その中で写真をたくさん撮ったり、動画を回したりしていると、集中できないですよね。気になっちゃいますよね。それに雰囲気にも合っていません。ですので、そういった神聖な場所では写真撮影、動画撮影は禁止されているんじゃないかなと思います。私もその高野山の奥の院に行った時、写真を残したい気持ちもありましたが、それを我慢して中に入っていきました。本当に雰囲気が神聖で、静かで、なんだか違う世界に来たような感覚になるんですよね。なので、写真に残すのもいいですが、しっかり頭の中の記憶、感覚の記憶として残すのもすごくいいことだなというふうに今思っています。9つ目、聞き返すときの、他の国ではどうかちょっとわからないんですが、英語圏の人たちは聞き返すときに、と言いますよね。この、というのは日本では怒っていたりイライラしているように聞こえます。怒っているのではなくて、ただ聞き返しているだけと分かっていても、と言われると反射的にドキッとしてしまうことが多いです。英語がわからない人たちにとっては、がすごく攻撃的に聞こえてしまうので、日本では、と言ってくださいね。最後の10個目は、考えるときの舌打ちです。他の言語で、例えばスペイン語とか、英語もそうなんですが、考えるときに、っていう舌打ちの音を出すことってありませんか？これは言語の違いもあるし、習慣の違いもあるので、やるなというわけではなくて、日本ではという舌打ちがかなりイラッとしているように聞こえてしまうので、はい、それを知っておくだけでもいいかもしれないですね。ということで、今回は日本ではやってはいけないこと10個お話ししました。この10個の中でどれが一番びっくりしましたか？今日私がやってはいけないことというふうに言ってしまったので、ちょっと不安になっているかもしれないんですけど、あまり心配しすぎないことです。はい。皆さん、日本に行った時はですね、思いっきり日本の旅行を楽しんでもらいたいなと思います。あまりあれをしたらダメだ、これをしたらダメだと不安になりすぎてしまうと、楽しいことに集中できなくなってしまいますからね。それに日本人も理解して優しくしてくれますので大丈夫ですよ。皆さん安心してください。この動画以外にも海外で驚かれる日本人の仕草10選や日本人のマナーがいいのはなぜかなどについてもお話ししていますので、
ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。